ミルトンチャンネルです。今日は標高1400メートルの奥日光で車中泊をしてきました。その行った先がこちら。途中まさかの事態にあって、一時は車中泊を中止しようかなとも考えましたが、トラブルを乗り越え、雪が降り積もるマイナス11度の激寒駐車場でも暖かく快適に過ごせたので、めっちゃ楽しかったです。はい、今回は標高1400メートルのところに行くので、かなり寒いと思います。なので、この FF ヒーターを以前ご紹介したこのオーキテルの P2001 でシガーソケットから電力を取って車の中を温めたいと思います。それでこの FF ヒーターなんですけども、めちゃくちゃ乾燥するので、今回はこのダイキンのストリーマーという空気清浄機能付きの加湿器も使います。その電力もこのオーキテルの P2001 から取ろうと思います。今回のこの車中泊でどのぐらいまで車内の湿度が上がるか結構楽しみです。栃木県の奥日光に向かいます。栃木県は空が開けているところが多く、運転していてとても心地よいです。また日光に向かう道にはご覧のような古くから伝わる杉並木があり、歴史を感じて結構テンション上がりますと、ここまで楽しく運転していたのですが、まさかの事態が勃発です。途中休憩で後部座席の荷物を取ろうとしたところ、ご覧のように座席がびしょびしょに濡れてしまっています。試しにティッシュで拭いてみますが、とてもティッシュだけでは拭き取りきれません。この水漏れ事故の原因になったのがダイキンのストリーマー。原因はこの加湿器です。この部分に水があって、これが運転中に流れてしまって、このような感じでもうびちょびちょに濡れちゃってます。このように近寄ってみると水が染み出しちゃってるのがわかります。今回はこの FF ヒーターとこの加湿器を使って快適に過ごすつもりだったんですけど、この水が溢れ出してこんな感じで大惨事になっちゃってます。ちょっとこれは厳しいですね。で加湿器をちょっと溶かしてみたんですけど、こんな感じでびしゃびしゃに濡れちゃってる状態なんで、とりあえずこのマットレス多分このままだともう眠れないと思うんで、こんな感じでもうびっしゃびしゃになっちゃってるんで、タオルでまず拭き取って、その後 FF ヒーターでちょっと乾くかどうかちょっと試したいと思います。この2枚目のところまでは濡れてないんですけど、とりあえずこの1枚目の一番下の半分以上がもうこんな感じでびしゃびしゃになっちゃってますんで、こんな感じでここより向こう側の方はもうびしゃびしゃに濡れちゃってますんで、とりあえずタオルで拭き取って、あと反対側にして FF ヒーターとかで乾かそうと思います。タオルがどれぐらい濡れてるかっていうのが画面では伝わらないと思うんですけど、かなり濡れてますね。結構辛いですねこれ。こっち側ほとんどちょっとビシャって濡れてる感じですね。もう何やってんだって感じですけど、とりあえず拭き取ります。もう洗いしか出ないですねこれ。で今ちょっとこのセルタンのマットレスを剥いでみてたんですけども、このウレタンのマットの部分にまでは染み込んでいないみたいなんで、このベッドカバーの表面だけがちょっとビシャビシャに濡れちゃってただけなんで、なんとかなりそうです。本当はもうちょっと一旦車中泊行くの諦めようかなと思ってたんですけど、ある程度拭き取ったんでなんとかなりそうです。とりあえずこれ以上水漏れの産地を起こさないために、一旦これ水をちょっとこの中身の水を捨てました。家庭用で使うやつを持ってきちゃダメですね。ちょっとまたこれじゃない加湿の方法を考えたいと思います。とりあえずでこんな感じで立てて少し乾かしながら移動して、最後に FF ヒーターをここに当てて温めようと思います。こんな感じでセルターのソファーマットレスを立てながら目的地まで行きたいと思います。今夜は車の中で日光名物の湯葉を食べたかったので、地元のスーパーに探しに行きました。湯葉は日光市内のスーパーでもなかなか置いてなくて、3軒のスーパーをはしご、
3軒目の業務スーパー日光今市店で湯葉の刺身をやっと発見しました。湯葉やその他の食材をゲットできたので、冷蔵庫で冷やしながら移動します。問題なく冷蔵庫動き出しました。奥日光に行くには、いろは坂という日本でも有数のカーブのきつい峠を通る必要があり、この坂が暗くなって道が凍結すると困るので、いろは坂へ急ぎます。いろは坂へ向かう道の途中には、ご覧のような素敵な日光杉並木があり、総延長は35キロ以上、世界最長の並木道としてギネス記録にも認定されているそうです。ここからいろは坂に入ります。この坂の名前の由来は、坂一つ一つにいろはにほへとと名前が付けられていて、それがきっかけでいろは坂と言われるようになっているようです。ここがいです。続いてろです。なおここは対向車との衝突事故を防ぐために、この坂自体が一方通行になっています。今は雪が溶けていますが、夜間にここを走るのは結構怖そうです。ここから中禅寺湖まで 7,8 キロなんですが、こういったすごいカーブがたくさん続きます。私はそこまで運転に自信がないので、のんびり上がっています。標高 1200 メートルあってかなり寒いので、ダウンパンツとダウンジャケットを重ね着します。寒いっす。めっちゃ寒いっす。手がすごいかじかんで、カメラのシャッター押すの結構大変になっちゃいます。寒い。猿。高徳駐車場っていうんでしょうか、環境省がやっている駐車場のようで、無料で止められるようです。とりあえず入ってみます。足が埋まっちゃいそうです。長靴の方がいいかもしれない。一応トイレ使えそうですね。当機は男性用、閉鎖中なんですけれども、多目的トイレを利用くださいと書いてます。使えそうですね。あ、すごい、ここあったかい。暖房が効いてる。しかも電気つきます。よかった。はい、ちょっとこの靴だと、この雪の高さはなかなか厳しそうなので、ワークマンで買ったこの折りたたみができるブーツを買ったので、これを履いてみたいと思います。これすごくコンパクトになるブーツで、こんな感じでくるぶしより上がこのペラペラな感じになって、すごく使いやすそうだったので、これを買ってみました。収納するとここまで小さくなります。これに履き替えます。これ履いてみると結構あったかくて、ここまで長くなるんで、かなり雪が積もっていても平気です。このブーツ、このような感じでジャージ生地になっていて、靴底には発泡素材のこの靴べらもついてるんで、普通の靴同様結構あったかいです。結構あったかくていい感じです。これだったら雪道も全然行けちゃうと思います。誰もいないです。トイレもちゃんと使えるんで、今日はここで車中泊したいと思います。この辺りの雪、ちょうど FF ヒーターの排気口に当たる部分なので、この部分は除雪します。除雪に使うのはこのダイソーで買った雪用のスコップ。これ500円なんですけども、こんな感じで伸び縮みするんで買ってみました。結構使いやすそうです。スコップとして使って全然使います。このブーツ結構いい感じです。雪の中で作業しても全然冷たくないですし、
これでこのケースに入って2900円なら結構お買い得だと思います。この FF ヒーターの排気口周りなんですけど、このように除雪をきっちりやって排気が車の中に侵入してこないように雪かきをしておきました。これで夜 FF ヒーターを使っても安心して眠れそうです。タオルで拭いた後ずっと立てかけてたんですけども、若干湿っぽいかなっていう気はしなくもないんですけど、なんとかなりそうですね。もう軽く FF ヒーター等で乾かすぐらいで全然いけそうな気がします。このセッティング中、星空を撮っていたら流れ星が撮影できました。この日は私以外には誰も車中泊しておらず、街灯もほとんどないような状況でしたので、綺麗に撮影ができたのかもしれません。そういった意味ではかなりラッキーでした。寒い。めちゃめちゃ寒いです。ちょっとなかなか滑舌悪くなるぐらい寒いっす。よいしょ。寒い。時刻は19時。車内の気温は0度。湿度は 63% です。車内の気温がなので、当然外は氷点下になってます。めちゃくちゃ寒いです。今日電源に使うのはオーキテルの P2001。こちらを使って FF ヒーターを動かしていきます。こういったバッテリーは寒さにすごく弱いという欠点があるんですけども、オーキテルのこの P2001 がきちんと使えるかも検証したいと思います。とりあえずすごい寒いんで、FF ヒーターの電源を入れて車内を温めたいと思います。今日はスタッドレスタイヤの他に念のためチェーンも持ってきていたんですけれども、使わなくてよかったのでほっとしました。これを使う自体にはあんまり会いたくないです。 FF ヒーターの暖かい空気が出るようになりました。熱風吹き出し口は70度ぐらい。車体がすごい冷え切ってるんで、床はもう1度とかかなり冷たいですね。このように FF ヒーターの上の部分は15度程度なんですけども、だんだん待ってると暖かくなってくると思うんで、とりあえず待ちたいと思います。さすがに家庭用だけあってでかいですよね。あんまり車の中に置くサイズではないかもしれないです。ちょっとこういう感じでこの辺りがビシャビシャになってたんで、 FF ヒーターの温風を当てて乾かします。今日は外の温度もリアルタイムで測ってみたいので、この温度計も使います。この1番の温度計はこの部分、ドリンクホルダーのところに仕込みます。2番の温度計はこの運転席下のところにちょっと転がしときます。おそらくここでも全然気温が違うと思いますので、この辺りに転がしておきます。そして3番は外のワイパーの部分に3番のものを仕込んでいます。今回は車外の気温を正確に測りたいので、車の外に温度計を設置します。この辺りに置いて計測したいと思います。はい、それでこのセルタンのソファーマットレスなんですけど、このように FF ヒーターの熱風で空間を仕切ってやりました。すごく乾燥しています。で、現時点でどのぐらいセルタンのソファーマットレスが温まってるかっていうのをサーモグラフィーカメラでチェックしてみると、35度とか36度、37度ぐらいありますので、かなり乾きやすい環境にあります。そして、こう触ってみた感じもかなり暖かいというか、もう暑いぐらいの空気でこの表面が乾いている感じがします。これだったらもう全然自分の衣服が濡れることなく眠ることができると思います。いや、本当に乾いてくれてよかったです。もうここら辺全てびしょびしょだったんで、一旦家に戻って車中泊今日はできないかなと思ってたんですけど、乾いてくれてよかったです。本当に FF ヒーターってこんな感じで、やりようによっては乾燥機代わりにも使えるんで、使い勝手がいいですね。やっぱりとりあえずこんな感じで、狭いながらですけども、小1時間ぐらい熱風を当てただけなんですけど、結構乾いた印象があります。やっとやりたい感じに戻ってきました。ちょっと結構辛かったですこれこれやっぱり家庭用なんで、専用の加湿器みたいなのを買わなきゃダメですね。とりあえずでも後ほど少しだけ水を入れて加湿もしてみたいと思います。時刻は21時10分。
車内の気温は 17.4 度、湿度 42%、暖かくて快適です。なんですが、ちょっとやっぱり換気扇をつけているがゆえに、もう少し暖かくなってほしいなっていうのがありまして、なので今回はこの換気扇を取り外そうと思います。というのも、今もうすでに車外のワイパーあたりの気温がマイナス 5.8 度、湿度 50% でもうマイナス6度に近い状況なので、このまま夜になってしまうともっともっと寒くなってくると思うので、今回はこの換気扇を取り外して窓を閉めて使いたいと思います。外はめちゃくちゃ寒い感じです。ちなみにこんな感じですね。私以外は誰も車が止まってません。寒いです。閉めます。起きてる P201 なんですけれども、2時間 FF ヒーターを動かして、今現在 95% のバッテリー残量なんで 5% しか使っていません。やっぱり想定通り FF ヒーターだけを使うということだったら、この起きてる P2001 があればかなり長い間 FF ヒーターを動かせると思います。今夜はおそらく外気温がマイナス10度を下回りそうなので、車内でおでんと奥日光は湯葉が有名なので、お刺身の湯葉を買ってみました。だいぶ暖かくなってきたんでダウンジャケット脱ぎます。こんにゃくは袋から出して水洗いするようにと書いてありますので、水洗いします。IH クッキングヒーターで加熱調理していきます。今現時点で FF ヒーターの消費ワット数は1ワットと0ワットを行き来していますので、 IH の方もマイナス1をすれば消費ワット数がわかります。火力最大で動かします。バッテリーの消費ワット数は770ワット。この起きてる P2001 は2000ワットまで使えるので余裕です。ちょっと火力が強すぎて音がうるさいので少し弱めます。中火ぐらいでやるのがいいのかもしれません。ちなみに中火のワット数は280ワット。今回購入したこの湯葉のお刺身、開封時に豆乳がこぼれる恐れがあるので十分ご注意くださいとあります。これはこのシンクの上でやろうと思います。開封してみるとこんな感じで湯葉っぽくて美味しそうです。湯葉の汁はティッシュに染み込ませて捨てます。うわ、やばいやばいやばい。生野菜食べるの結構好きなんですよ。もうつまみ食いしちゃいます。おでんもいい感じになってきました。バッテリーの残量は 84% まで減りました。おでんを結構煮込んだんですけれども、まだまだ全然他の料理も作れそうです。いただきます。まずおでんの出汁飲んでみます。いただきます。あ、美味しいです。出汁がうまい。うん。湯葉もお醤油漬けでいただきます。湯葉って普通のスーパーで売ってなくて、日光とか今市市に来ればどこでも売ってるのかなと思ってたんですけど、どこでもは売ってないみたいで、なんと業務スーパーにあるっていうことが分かったんで、これは業務スーパーの湯葉を買ってきました。美味しいです。湯葉を食べると日光に来たって感じがしますね。必ず日光に来たら湯葉食べて帰るんで、ちょっとおでんが思いのほか多かったですね。ごちそうさまでした。
本当はこれから甘酒を作って飲もうかと思っていたんですけれども、ちょっと量が多すぎてお腹いっぱいになっちゃったんで、また次回に持ち越したいと思います。ハーゲンダッツのラムレーズンをいただきます。結構暑くなってきたんでセーター脱ぎます。ちょうどいいですね。スプーンを入れた時にこのぐらい取れちゃうのがなんか僕は好みですね。結構柔らかめのシャーベットというか、このぐらいの柔らかさのが好きです。美味しい久しぶりに食べましたけどめちゃくちゃ美味しいです。このぐらいの柔らかさのハーゲンダッツのアイスの方が味がよくわかる気がします。アイスも食べ終わったので冷蔵庫に野菜を戻しておきます。若干面倒ですが設定温度は0度にしておきます。アイス専用で他の食材を全て外に出していたので冷蔵庫に戻していきます。ゴミも冷やして持ち帰ります。アストロプロダクツのシンクは狭いですがコンタクトレンズケースを置くぐらいのスペースはあります。時刻は0時24分。現在の車内の気温は22度、湿度 42%。コンタクトを取ったんですけど、それでもやっぱりちょっとなんとなく乾燥してるっていう感じがします。なので、セルタンのソファーマットレスを水浸しにしてしまったこの加湿器をやっぱり使ってみようと思います。この加湿器の水の注入なんですけど、ここを取ってこのタンクに水を入れてしまうとタプタプになるまでここが水が溜まってしまいますので、ここに直接ペットボトルである程度水を入れて加湿をさせてみたいと思います。このぐらいにしときます。今起きてる P2001 の消費電力は FF ヒーターしか使ってませんので 1W とか 0W ほとんど電力を食ってないような状態です。これに加湿空気清浄機の電源を入れて稼働させてみたいと思います。電源を入れてみます。プラズマイオンとかも入れときましょうかね。それで加湿も標準でいきます。はい、これで動くと思うので水除菌中という風になってますね。大きてる P2001 のバッテリー残量が 81% で消費電力が 7W なので空気清浄機は 6W の電力消費量のようです。ほとんど電気を食ってないようですね。で、この加湿器付きの空気清浄機、この部分から湿った空気が出てきていて、実際今手を当てた感じなんですけども、少しだけしっとりしてる感じがやっぱりありますね。湿度ってカメラでなかなかお伝えできないんですけど、全然違う感じがしますね。なんとなくちょっと潤った空気がこう漂っている感じがあります。ちょっと水漏れ事故を起こしてしまいましたけど、何らか加湿器入れると FF ヒーターをさらに快適に使えるようになると思います。全然違いますね、これ。なんて言うんだろう。この辺りだけ潤いがあって、こっちの FF ヒーターのこの温風吹き出し口はすごくかさついた乾燥した空気がすごく出てるっていう印象ですね。結構そういった意味では面白いですね。なんか潤ってる感じがあります。起きてる P2001 で携帯や Apple Watch の充電をして寝ます。この後すぐに寝たのですが突然のアラームで起こされました。
時刻は朝5時21分。内蔵バッテリーだけで動かしていた冷蔵庫のアラームが鳴っていますね。エラー1と出てますね。ちょっとチェックしてみます。はい、この今アラームが鳴って E1 という風に点滅するようになっている理由が分かりました。バッテリーの電圧が下がって給電されなくなるそうなので、充電した方がいいということですね。ちょうど時間的には昨夜の5時ぐらいからずっと回していましたので、ちょうど12時間ぐらいこの内蔵バッテリーだけでこの冷蔵庫を冷やすことができました。なんですけれども、とりあえず今もう電池切れみたいな感じになってるんで、ちょっとこのシガーソケットのこの分岐のやつを使ってオーキテルの P2001 から充電をしたいと思います。現在バッテリーの残量が65% になってます。アップルウォッチですとか携帯の充電をして、かつこの加湿器を回してちょうど 65% まで減りました。冷蔵庫がすごい早く充電しろって言ってるんで、とりあえず充電させます。で、充電するにあたって一旦 FF ヒーターの電源を切ります。この加湿器と FF ヒーターを動かしてるだけだと 6W くらいの消費量なんですけども、このようにタコ足でつなぎましたので冷蔵庫を挿します。31W まで上がりました。なので 25W ほど冷蔵庫で消費することになります。現在外がマイナス 8.8 度、湿度 57%、 めちゃくちゃ寒そうですね。防寒してちょっとお手洗いに行ってきたいと思います。お手洗いに行くためにこのマットレスの一部を畳んだんですけれども、この床とマットレスの温度差がかなりあるので、サーモグラフィーカメラでチェックしてみます。マットレスは20度ぐらいですね。この部分を測ってみると、やっぱり10度ぐらいしかないですね。床面は10度ぐらいです。で、奥に行けば行くほど温度がどんどん下がっていきます。床の下の部分はもう2度ですとか、そんな感じですね。かなり温度が低くなっています。全く違いますね。なんでこの、寝る時にこのマットレスがあるだけで10度以上温度が変わりますね。寝ていて寒いっていうことはないんですけども、もうこれがないと考えると、板張りだけだと10度以上気温が下がるんで、かなり寒いですね。やっぱり運転席下のこの部分ですね、なんともう凍ってますね。結露がこのように凍っています。こういったこともあって乾燥しやすいというのがあるんだと思います。この白く見えるのは霜が降りている状態で、こういう感じで霜が指についてきますんで、もう凍っちゃってますね。ちなみにこの霜が降りていた部分、サーモグラフィーカメラでチェックしてみるとこんな感じですね。マイナス8度とかになってますね。寒いはずです。すごい。もうほとんど外気温と変わらないような感じになってますね。ブーツの部分もマイナス2度とかになってますんで、かなり冷たい感じですね。外出てみます。寒い。車がこんな感じになってますね。うわ、すごく結露してます。凍ってますね、ここの部分。なるほど。ここに置いたのは失敗だったかもしれないですね。若干なんですけど、この辺りあったかいですからね。この鉄の部分なんかもっと冷たいですから、置く場所間違えましたね。ちょっと置く場所を変えてみます。ここに置いてみます。おそらくもっと温度が下がる気がします。このナンバーのちょうど上のとこなんですけど、ちなみに FF ヒーターの排気口はここですね。で、マフラー、 FF ヒーターのマフラーの部分、小さいやはり氷柱ができています。これもしょうがないんですけど、こういう感じでカチカチの氷柱ができています。運転に支障があるような氷柱ではないんで、とりあえず様子見しますけど、トイレはめちゃくちゃあったかいですね。オイルヒーターが効いていて、多分凍結防止でオイルヒーターがつけられてるんですけど、暖かいです。ちなみに車自体をサーモグラフィーカメラで当ててみるとこんな感じです。表面温度がマイナス17度とかになってますね。冷たいはずです。すごい。上の窓ガラスですとか、そういった僕が温度計を置いていたところはマイナス11度程度になってますね。上の方はマイナス10度ぐらいですね。なのでこの車体の下の部分なんかで言うとマイナス18度ぐらいいってますね。横はこういう感じですね。全然違うんだ。上の方はやっぱりマイナス10度ぐらいになりますね。
天井付近はやっぱりあったかいんですね。こうやって高いところだとマイナス7度ぐらいになってますね。で、足元のこの辺り、マイナス12度、かなり冷たいですね。ちなみに雪の温度はマイナス17度とかになってますね。実は手袋をこのようにつけてやってるんですけど、手袋つけてるのに手がすごい痛いです。マイナス18度くらいありますね。これ私多分失敗しましたね。外の気温計を置いておく場所、次は外気温計を置く場所を考えないとダメですね。窓ガラスのところなんかに置いてしまうとかなり温度が変わっちゃいますんで、こうやってで下に行けば行くほどやっぱり冷たくなってって、手が冷たい。寒い。鼻が痛いです。めちゃめちゃ寒い。寒かった。めちゃくちゃ寒かったです。それで帰ってきて気温計チェックしてみたんですけど、やっぱり私置く場所間違ってたみたいですね。今はナンバーのちょうど上あたりに置いているんですけども、それでマイナス 10.7 度まで下がっちゃいました。やっぱりフロントガラスですとかそういったところに乗せてしまうと FF ヒーターを焚いているこの温度がそのままこの窓から熱が伝わって温度計にそれが伝わってしまいますので、正確な温度が測れないですね。今置く場所変えただけで 10.7 度まで下がりましたんで、昨夜の深夜はもっと寒かったんだと思います。そして寝てる間に最低気温 14.8 度まで下がっていたんですね。湿度も 31%、かなり乾燥していたんですね。加湿器かけていて31度まで下がってますんで、これ加湿器かけてなかったらもっと温度下がっちゃいますよね。ちょっと今日は冷蔵庫のアラームで起きてしまったんですけど、なんとなくもう少し眠たいんでベッド広げてもう少し寝ます。時刻は10時38分。車内の気温は 27.8 度、湿度 43%、車外の気温 3.9 度、湿度 65%。 かなり暑いのでFF ヒーターを切りました。バッテリーの消費は冷蔵庫のみになってますので 26W を消費しています。オーキテル P2001 のバッテリー残量は 42% です。結構食いましたね。やっぱり冷蔵庫とこの加湿器が大きかったんじゃないかなと思っています。サプリを飲みます。車内の気温が 28.6 度で湿度 45%、 結構暑いのでドアを開けます。プロテインを飲みます。このザバスのミルクプロテインココア味は 430ml あたり 116kcal しかなく、タンパク質が 15g 取れるので結構気に入って飲んでいます。味も美味しいです。やらかしたなんだよもう。このプロテインって僕あんまり最初飲むまではそんなに好印象はなかったんですけど、飲み始めてみて割とこう飲むと満腹感が続くんで結構気に入ってます。今の車内の気温は27度、湿度 44%、車外の気温は 6.8 度まで上がっています。かなり暖かくなってきています。おそらく直射日光が当たる場所なので暖かくなっているんだと思います。ちなみに昨夜の最低気温は車内が 14.8 度、湿度 31%、車外に至ってはマイナス 11.3 度まで下がっていました。今ナンバーの上あたりに温度計を設置しているんですが、最初からナンバーの位置に設定していたらもしかしたらもっとマイナス15度とかそのぐらいいってたかもしれません。
高さ20センチぐらいまで足が埋まります。このワークマンの折りたたみのブーツ、ここまで高さがあるんで雪に埋もれる心配がないです。なかなかこれ大変です。これ雪道歩くの、北海道のなんか原生林みたいなところに来たみたいな感じですね。結構楽しいですけど暑い、めちゃめちゃ暑いですなんかそこ通行止めになってるみたいですね。12月1日から4月の下旬までこの道は通行止めみたいですね。クロスカントリースキーをやってる方もいらっしゃいました。ちょうどいい東屋があるんでここで休憩します。飲み物持ってきといてよかったです。おあー、木に囲まれてすごい見えづらいですけど、この山がおそらく男体山っていう山ですね。ちょっと今日はなんか登れそうにないんですけど、これですね。はい、大きてる P2001 なんですけども、現時点でのバッテリー残量が 37% になりました。今 15W の電力を消費しています。これはこの5チュールの冷蔵庫の電力をこのシガーソケットの部分で賄ってるんですけども、36% ぐらいまで残量を使ってしまったので、車の走行充電でシガーソケット端子から充電をしたいと思います。この端子で充電します。で、充電はアンダーソンポートと多分言うはずなんですけど、電気を取ります。で、これを車のシガーソケットに挿します。シガーソケットの充電ポートに挿します。これで OK です。2時12分、これからちょこちょこいろんなところを寄ったりするので、充電の残量もチェックしていきたいと思います。いやー、でもいいところでした。すごい楽しかったです。2時21分、ちょうど10分ほど運転してきました。バッテリーの残量は 37% まで増えました。1% 増える感じですね。前この大きてる P2001 でチェックした時も10分で約 1% 貯まる計算でしたので、ほとんど合ってるかなと思います。湯ノ湖に来ました。この湖は基本的には湖が凍ってしまうらしいんですが、この手前のように温泉が噴き出しているところがあって、この部分は真冬でも凍らないそうです。せっかくなんで近づいて見てみます。魚が結構います。水は0度よりは暖かい感じがしますね。この辺りのどこかからお湯が湧いているんだと思います。カメラをつけてみます。多分マス系の魚だと思うんですけど、いますね。ヤマメか何かでしょうか。ここから先通行止めですね。中禅寺湖がここで、今いるところがここです。先ほど見たのが湯ノ湖というところです。はい、ではこの大きてる P2001 の、次の目的地に行くまでに、念のためストップウォッチを使って時間を計っておきたいと思います。これでどのぐらいの時間充電してるかが上がると思いますので、これで計測します。はい、4分半ほど運転したのでエンジンを切ります。4分程度では 1% も増えないと思います。この一帯だけ凍ってないですね。この辺は多分温泉のお湯が影響して凍ってないんだと思います。ここは釣りがすごい盛んに行われているところらしいんで、今度は釣りをするシーズンにも来てみたいと思います。このワークマンの折りたたみブーツ持ってきといてよかったです。本当に楽です。これあと水にも入れるんで、こういう遊びにはもってこいかもしれないです。ここが多分氷と雪の境目ですね。この下空洞になってるんで、ここがおそらく氷が張ってるところだと思います。面白い。埋もれる。湯ノ湖には源泉の湧き出ている場所もあるので、そこに行ってみました。
これぞ源泉って感じですね。ものすごく硫黄の匂いがします。このプク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 湧いてるのは多分温泉ですよね。ちょっと触ってみましょうか。あ、熱くないですね。ぬるいぐらいですね。ちなみにこの部分の温度をサーモグラフィーカメラで測ってみるとこんな感じですね。27度ぐらいがいってるところがありますね。こちらの雪がマイナス3度とかマイナス4度なんで、そういった形で言うとかなり温泉のお湯が沸いてるんじゃないかなと思います。この小屋は結構あったかそうですね。湯気がすごく沸いてるんで30度ぐらいある部分がありますね。時刻は16時19分。実はこの湯の湖の辺りでご飯を食べようと思ってたんですけれども、この辺りもうほとんどご飯食べるところが営業時間外で一軒も実は空いてなくて、中禅寺湖のこの辺りに行けばなんとかお店開いてないかなって調べたんですけれども、それでも営業開始が夕方の6時なんで、今時刻が4時20分なんでちょっとお腹が空きすぎてちょっと待てそうにないんで、とりあえずいろは坂を下って、いろは坂が凍る前に下に下ってしまった方が安全だと思うんで、まず下山をして、それで日光の辺でご飯を食べようかなと思います。それでここで1時間半近く撮影等をしていたので、大きてる P2001 がバッテリー残量が 33% まで減ってきました。とりあえずまた車で運転をして充電を再開したいと思います。いろは坂を下って日光市内のラーメン屋さんに来ました。もう雪はないので靴に履き替えます。ここまでちっちゃくなるのは結構嬉しいです。麺が結構もちもちしてて美味しいです。スープもあっさりですごい美味しい。ごちそうさまでした。このチャーシュー丼もこの梵天ラーメンもすごい美味しかった。お腹いっぱい。梵天さん、スープの味が濃すぎず僕の好みでした。美味しかったです。18時28分で起きてる P2001 なんですけども、ちょうど1時間ほど運転して冷蔵庫も同時で動かしているんで、バッテリーの残量は今 36% です。なのでこれから 2,3 時間ちょっと運転するので、これがどれぐらい溜まるかっていうのをチェックしたいと思います。 103W 充電がされています。はい、起きてる P2001 なんですけども、4時間9分運転して 47% まで増えました。 33% からなので 17% 増えましたね。充電量としてはそれほど多くはないんですけれども、この部分で5チュールの冷蔵庫に電気を送りながらなので、まあ増えた方なんではないかなと思います。はい、車のシガーソケットからの充電だけで47% まで充電が完了しているんですけども、時間が4時間9分かかりました。充電速度はシガーソケットだと遅いということなんですけども、これをこの AC 充電から充電をしてどのぐらいの時間で充電が完了するかっていうのを念のためやってみたいと思います。充電開始は 47% からです。何分ぐらいで充電が終わるかっていうのも念のため検証します。バッテリーの充電速度は1047。これは私が知っているポータブル電源の中で最も大電力の充電ワット数です。はい、100% まで充電されました。時間は1時間6分でした。47% から充電開始しましたので、この充電時間はかなり早いと思います。でやはり充電のワット数が 1000W を超える大電力で充電できるワット数なんで、この1時間という短時間で充電ができたんだと思います。私はこの起きてる P2001 のこの充電時間がとにかく早いのがとても気に入っています。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。